もしキッチンにこんな風に芽が出てしまったじゃがいもがあれば捨てないでくださいね。命の力を無駄にするのはもったいないですから。じゃがいもは発根の初期段階では暗闇を好みます。段ボール箱は光を遮りながらも通気性が良く、ビニール袋のように腐るのを防いでくれます。霧吹きでシュッと水をかけ、湿度を保って種芋がしおれないようにします。密閉した箱の中で真っ赤間寝かせた後、じゃがいもからは白い根が出て芽も高く伸びました。土の元に埋める準備は万端です。この古いプラスチックかごの片面を切り落としていきます。2つのかごを合わせて一つの長いプランターを作ります。土が流れ出さないようにかごの中にネットを敷きます。この長い水道管をプランターの片側に通し、片方の端を外に出しておきます。そしてもう片方の端を密閉します。この時点で私が何をしようとしているのかまだ分かりませんよね。この L 字型のこり手は灌水システムの直角部分を作るためのものです。見た目もすっきりしてより効率的になります。底を切った透明なペットボトルを追加して漏斗にします。カゴの底深くにある長いパイプに約10センチ間隔で小さな穴を丁寧に開けていきます。じゃがいもたちのためにふかふかの土台を作るべく、土に少しのもみ殻とミミズ堆肥を混ぜます。土の表面にトリコデルマ菌を振りかけます。これが菌による病気や芽の腐敗を防ぐ鎧になります。根を上に向けてじゃがいもをそっと置き、一列に並べます。間隔は約15センチほど空けてください。じゃがいもを
薄い土の層で覆い隠します。じゃがいもへの最初のおもてなしはトマト水です。このエキスが根をより丈夫にしてくれます。ふっくらとしたじゃがいもの芽が土を突き抜け、青々と伸びてきました。冷ました卵の茹で汁を足して、高く伸びる茎を丈夫にするためのカルシウムを補給します。じゃがいもは元気に育っていますが、茎が長く伸びて倒れやすくなり、病気にかかりやすくなっています。支えとなる柵を作ってあげましょう。竹の棒を使ったとてもシンプルな柵です。熟したバナナの皮、オレンジの皮、これらをミキサーに入れてよく混ぜ合わせます。網でこしてカスを取り除きます。この液は植物を守るだけでなく、ビタミン K も豊富で成長を助けてくれます。じゃがいもの根元の土が周囲から割れ始めているのが見えますか？土の下ではじゃがいもたちが静かに、そして一歩ずつ膨らんでいます。ビールを水で薄めます。
糖蜜を少し加えます。ビールは代謝を早め、じゃがいもをぐんぐん大きく、そしてずっしりと重くしてくれます。糖蜜は土の中の微生物を活性化させ、肥料分を完全に分解するのを助けます。じゃがいもの木はすべての栄養を芋に送り込み、枯れて黄色くなってきました。土の中からじゃがいもが顔を覗かせています。今じゃがいもを収穫しています。どれも丸々と太っていますね。小さな緑の芽からこの収穫の日まで、私と一緒に旅をしてくれてありがとうございます。また次の種まきの季節にお会いしましょう。